扉が閉まった。重い木のきしみとともに15歳の少女の世界が永遠に変わった。1520年代のイングランド。子爵家の三女として生まれたマーガレット・ウェントワースは、幼い頃、春の庭で夢を描いていた。長女は両家の子息のもとへ嫁ぎ、次女もまた華やかな結婚式に送り出された。しかしその度に家の財は削られていった。持参金という名の犠牲が三女であるマーガレットの未来を静かに確実に食いつぶしていったのである。ここがお前の家だ、マーガレット。神に仕え、家の平安を祈りなさい。父の言葉は短く冷たかった。花嫁のベールではなく、修道女の黒い衣が彼女に渡された。だが絶望の先でマーガレットは意外なものを見つけた。血という名の自由である。修道院の壁の内側で彼女はラテン語を習得し、薬草の知恵を蓄え、貴重な写本の文字を丁寧に書き写した。当時、女性が高度な読み書きや医療の知識を学べる場所は修道院を置いて他になかった。壁の中は牢獄ではなく、この時代における女性唯一の学びの聖域であった。しかしその聖域は永遠には続かなかった。1536年、イングランドに嵐が来た。ヘンリー8世による修道院解散の宣言。王はローマ教皇との対立を機に、自らをイングランド国教会の主張と宣言し、修道院が持つ莫大な土地と財産を国王の管轄に置こうとした。それは信仰の問題などではなかった。権力と富の問題であった。1536年から始まった解散令は、まず年収200ポンド以下の小修道院を標的とし、最終的には1541年までにイングランド全土のほぼ全ての修道院が閉鎖へと追い込まれる。その数およそ800以上。関わった修道士、修道女の数は1万人を超えた。王命である。直ちにこの場を去れ。ここはもはや神の家ではない。国王陛下の財産だ。長年祈りと学びに捧げられてきた静かな聖域は、兵士たちの軍歌に踏みにじられた。祭壇の燭台は叩き落とされ、マーガレットたちが丹精込めて書き写した写本は床に投げ捨てられる。何十年にもわたって積み上げられてきた信仰と知識の結晶が一日で瓦礫に変わった。修道女たちに与えられたのはわずかな路銀と木の幹のままの衣服だけであった。年金が支給された者もいたが、それは修道院長クラスに限られた話であり、マーガレットのような一般の修道女にはほとんど何も残されなかった。昨日まで神の庇護のもとにあった女性たちは一夜にして身寄りのない不老者へと突き落とされた。帰るべき実家はない。子爵家の父にとって修道院に送り込んだ娘はいないものとして処理されている。彼女のために用意された部屋も席ももうどこにも存在しなかった。マーガレットはその時何を思ったのか。怒りか、悲しみか、それとも一辺の恐怖か。冷たい風の中で彼女は気づく。自分には戻る場所も進む道も何一つ示されていないのだと。それでも彼女の足は動いた。
修道院の壁の外に広がる世界は、彼女が生きてきた場所とはまるで異なる顔をしていた。神の秩序が守っていた日々は終わった。ここからは生き残るための戦いが始まる。ロンドン。人があふれ、物があふれ、声があふれる都市。しかし、その喧騒の中にマーガレットの居場所はなかった。貴族の娘として生まれ、修道院の壁に守られて育った彼女にとって、外の世界はあまりに無秩序で、あまりに無慈悲であった。路地には物乞いがうずくまり、市場では怒鳴り声が飛び交い、人々は見知らぬものなど目に入らぬかのように通り過ぎていく。修道院の中では時間も、食事も、役割も、すべてが整然と与えられていた。しかし今、彼女の前には何も用意されていない。一歩踏み出すたびに、床ではなく地面の感触が靴底から這い上がってくる。仕事を探した。しかしこの時代、女性に開かれた働き口は驚くほど少なかった。家事奉公人として屋敷に入るには縁故か紹介状が必要であった。洗濯や行商といった肉体労働は長年修道院の清潔な環境で生きてきた彼女には想像の外にある過酷さであった。かつての子爵家の令嬢という素性はここでは何の役にも立たない。むしろあだになる。誰も落ちぶれた貴族の娘を好んで雇おうとはしなかった。修道女としての敬虔な経歴も同様だった。宗教改革の嵐が吹き荒れる中、修道院出身であることを打ち明ければ、旧教の残滓とみなされかねない時代であった。彼女のアイデンティティのどの部分を出しても扉は閉じられた。冷たい雨の夜。橋の下の暗がりでマーガレットは膝を抱えていた。空腹と寒さと名前の付けようのない屈辱が骨の奥まで染み込んでくる。私はただ死を待つためにあの静かな壁を出されたのか。その時、彼女の手が懐の中の硬い感触を捉えた。修道院を出る際、誰にも知られぬように衣の内側に忍ばせてきた一冊の写本。自らの手で書き写した古代の薬草と医術の知識が詰まった小さな、しかし彼女にとっての命綱であった。財産も身分も帰る家もすべてを失ってもこれだけは自分のものだった。その時、雨音の向こうから小さな声が聞こえた。子供の苦しそうな咳。マーガレットは顔を上げた。彼女の手の中の写本がその意味を変え始めた。橋の陰に母子がいた。幼い子供が咳込んでうずくまっている。母親は何もできずに、ただ子供の手を握り、泣いていた。マーガレットの足が自然に動いた。写本を開く必要すらなかった。修道院の薬草園で何百回と繰り返してきた所作が指先に染みついていた。路傍に生えた草を手早く摘み、石で潰し、布に包んで子供の額に当てる。呼吸を楽にするための古い薬草の処方であった。やがて子供の咳がゆっくりと収まっていった。お嬢さん、一体どこでそんな知恵を？震える声で母親が問うた。マーガレットは答えた。修道院で学びました。噂は静かに広がった。
橋の近くに薬草の知恵を持つ女がいる。やがて別の依頼も舞い込むようになった。読み書きのできない商人たちが契約書の作成を頼みに来た。揉め事の仲裁文書、遺言の聖書、領主への陳情書。マーガレットは幽霊なラテン語と当時の法的慣習に沿った書式でそれらを正確に書き上げた。この時代、文字の読み書きができる者は社会のごく一部に限られていた。彼女が修道院で当然のこととして身につけてきた教養が、外の世界では希少な金銭に値する技能だったのである。王は彼女から家を奪い、身分を奪い、聖域を奪った。しかし頭の中に刻まれた知識だけは誰にも奪えなかった。マーガレットはある夜一人考えた。修道院に送り込まれたのは厄介払いであった。しかしその壁の内側で彼女が過ごした歳月は誰かに評価されるためでも誰かに使われるためでもなく、ただ真摯に学んだ時間が今自分の足で立つための地盤になっていた。あの壁の中での日々は無駄ではなかった。父に捨てられた場所が私を作った場所でもあった。怒りはまだある。悲しみも消えてはいない。けれどそれらと並んで今確かなものが胸の中に芽吹いていた。自分の知識で自分の手で誰かの人生を変えられるという静かで揺るぎない確信。そして彼女はある決断をした。稼いだわずかな銀貨を握りしめ、ロンドンの片隅の古びた一室の扉を叩く。今度は助けを求めてではない。場所を借りるために。数年後、ロンドンの片隅に小さな学び屋が生まれていた。薄い壁、古びた机、すすけた窓。けれどその部屋には毎朝少女たちが集まってきた。裕福な家の娘ではない。行き場を失った子、親を失った子、文字を学ぶ機会など生まれてこの方一度もなかった子。マーガレットは彼女たちの前に立ち、かつて自分が修道院で教わったように一字一字丁寧に文字を教えた。薬草の名と効能を教えた。数の数え方を教えた。そして時に契約書の読み方を、騙されないための知恵を教えた。知ることは生きることだ。誰もお前たちからこれだけは奪えない。それはかつて壁の中で彼女自身が学んだことのそのままの言葉であった。ヘンリー8世が壊したのは修道院という石の建物だけではなかった。女性たちが細々と守ってきた聖域という名の社会的な居場所をも根こそぎ消し去った。しかしその瓦礫の中からマーガレットは気づいていた。壁に守られることと壁に閉じ込められることは紙一重だったのだと。誰かの持参金に左右される駒として生まれ、神に仕える祈る者として閉じ込められ、王の気まぐれで不老者へと突き落とされた女性が、今ここで自らの意志で他者に知識を渡している。それは小さな、しかし確かな革命であった。壁の中に閉じ込められていた鳥は嵐によって空へと放たれた。その翼を作ったのは皮肉にも閉じ込めた壁の中での孤独な学びの日々であった。マーガレット・ウェントワースの物語は歴史の表舞台に名を残すことはなかった。
しかし、このような女性がイングランドの片隅に無数に存在したことは歴史が静かに証言している。彼女たちは時代に消された。しかし、消えなかったものがある。知ることへの意志。学び、伝えることへの静かな誇り。それはいつの時代も誰も奪うことのできない人間の尊厳である。